皆様こんにちは、めいちゃんです。Halo Kazetarians di Indonesia. Terima kasih atas cinta kalian pada Kaze. ねえ、上海のライブがね、終わったと思ったら、もうまたジャカルタも終わって、ねえ、まごまごしてるうちにもう、今日はもう、香港もシェア出てますね。もう動画が追いつきません。はい。ね、そのジャカルタのねシェアの動画もいっぱい私も見させていただきました。ありがとうございました。ね、もう香港も見てるので、もうジャカルタがもう昔話になっちゃいますけどね、今回はもうなんとシルバーのつなぎでしたね。ね、これは予想外でした。とっても素敵でしたね。なんか月光みたいな、なんていうの、宇宙的というかね、神様的というかね、はい、とっても似合っててね。そしてね、ライブが終わってね、ほっとした時ですかね、インスタにね、お風呂に入ってる風さんがアップされてましたけどね、アクチンタカム、I love you、ね、参拝順波、また会おうねってね、言ってましたね。もう本当にね、ほっとした気持ちのいい表情でしたね。風さん、ジャカルタではね、ライブではかなりインドネシア語を連発してましたね。うん。ガーデンではね、ゴークスバンケット、ね、わしの家に来てって言ったのかな。最後のね、祭りが終わった後、すごい盛り上がりでしたね。なんか今までで一番かな。うん。センスでね、みんな仰いでましたね。なんか風さん特有のね、ラブリーな動作ね。うん。アクチータ、カム、I'm sorry って言ってました。ごめんね。参拝順拝、パラギー。また会いましょうってね。みんなまた会いましょうって。で、もう一回寂しそうな顔して、参拝順拝と言いましたね。ねえ、アジアンコンサートの終わり、いつもね、寂しそうな顔するのがね、なんだかね、気になってるんですけど。ね、そしてみんな拍手してる時「You are the encore」って言っちゃったんですね、風さん。あなたたちがアンコールだよって。で、なんかそれが呼び水になっちゃったのかね、客席がねアンコールの嵐になっちゃってね、アンコールとかね「We want more」とか「もっともっと」とか騒ぎ出してね。で、みんなアンコールって言ってるのがなんか分かんなかったのかな。「What you're saying」ってね、なんて言ってんのなんて言ってましたね。で、聞き違えたのがね「ミアモール」とか言っててあのスペイン語で「マイラブ」と聞き違えていたみたいでね、あれすごく可愛かったね。風さんスペイン語もできるのかなね。アメリカではなんかヒスパニック系の人がね増えてるし、ラテン系ですね。で、そのヒスパニック系の歌手もいっぱいいるしね。だからスペイン語も勉強しないとって思ってるかもしれませんね。で、やっと分かってね、困った顔してね、そしてね、さよならベイベーで答えてましたね。なんかインドネシアの方って情愛熱いっていうかね、優しいっていうかね、そんなエネルギーがなんか満ち溢れてましてね、もう風合いムンムンっていう感じでしたね。嬉しいですね。さて、今日はね、いつもねコメントいただくムッチャム様からのリクエストいただきまして、風よについてね、思うところをね語らせていただきたいと思います。思うところって言いましてもね、またまた自分なりの考えですので、なんか偉そうに聞こえましたらね、お許しくださいね。これはね教えるとかね、人生のアドバイスとかね、そんなんじゃないので、そんな大それたことは私にはできませんのでね、そのあたりはね分かっていただけると嬉しいです。教えたりね人生相談なんてね私にはできませんし、
人はね、人に教えられても自分の人生良くなるわけじゃないんですね。あくまでもね、道は自分で見つけなければならないんですね。でね、ただ風さんの曲にはね、いろんな見方があっていいと思いますのでね、風さんのね雰囲気とかルックスが好きな人もいるでしょうしね、アイドルとして好きでもいいと思います。で、私はたまたまね曲に現れている風さんのね精神的な世界に注目しているので、一つのね参考にでもと思っていただければ嬉しいです。で、まずね、風よね、もうこの曲ね、間違いなくもろ昭和歌謡ですよね。出だしのねピアノはとってもモダンなアレンジでね、それがまたうまく調和しててね、風さんの見事な才能が感じられますよね。歌詞を見てみましょうか。くれる街のわびしさも変わる人の虚しさも全部乗せて風は行く、流れゆく雲に乗る。ね、ここにはねこの世の無常が見えますね。全てのものは変化して移りゆくのだとね。そして曲のテーマなんですけど、風さんはもうはっきりと言ってますね。この風とは神様のことであるとね。そしてその神が全てを動かしていて、それにね人間は飛ばされているんだと、乗せられているんだということが歌詞に見えますね。言い換えればね、翻弄されているんだっていうことも言えますね。今日の悲しみを乗せて明日の喜びを運んで、全部風が連れていくあるべき場所へ。人間のね喜びも悲しみも全てはね神が引き受けて人を運んでいる。このねあるべき場所へっていうのがポイントですね。だと思うんですよ。つまりね、神は本当は何にも間違ったことはしないんですよ。どんなに苦しくってもそこはあるべき場所で完璧なんです。けれどもね、人間にしてみればそれは時には苦しみでしかないんですね。本来はね愛であるべきところへ運んでくれてるのに、それが苦痛となってしまう。なぜならいつも言うように自我があるからなんですね。もうこれしかないんですよ。私ももうそれしか言うことなくなっちゃうんですけど、ただねそれに気づけないんですね。そしてね、しなくていい苦しい思いをしちゃうんですね。それが次の歌詞ですね。吹き荒れて流れ流れ、今はもうこんなところ、飛ばされてゆらりゆられ、ふと思うここはどこ。ね、この部分を聞いて、それは私のことを歌ってるんだと思う人は多いと思います。なぜなら皆さんね、いつの間にか現状の人生になってますよね。で、それは本来自分が意図したことではないっていうことが多いんじゃないですか。つまりね、自分の力だけではどうにもならないことがあるっていう事実にね、いつか気づかされるんですね。例えば死別の苦しみなんか特にそうですね。もう自分の力じゃどうにもなりません。でももしね、今自分の人生がね全て思い通りに動いていて、もうハッピーでっていう人はね、そのことに気づかずに全て自分の意思でやったことだって言うかもしれませんけど、その状態がねいつまで続くかは疑問なんですね。で、ほとんどの人はね、いくら自分が頑張って飛ぼうと思ってもね、吹き飛ばされて宙に舞ってね、この落ち葉みたいにね舞い散ってね傷だらけになってしまうっていうね、そういう経験をしたことがあるんじゃないかと思うんですよ。そしてね、ふと思いませんか、そういう時ね、
自分が何か大きな力でね動かされているんじゃないかとね、それが気づきの第一歩なんですね。辛いことがあったからこそのね、その大きなね計り知れないものの存在に気づくんですね。チコちゃんのねぼーっと生きてんじゃねえよじゃありませんけど、ぬるま湯にねぼーっと使ったようなね楽な人生だったら全く気づけないかもしれないんですね。まあそれはそれで幸せかもしれませんけどね。そしてね、もっと言えばね、へでもねえよのとこでもねちらっと言いましたけど、人間には本来自由意志はないっていうことなんですね。ただ自我があるからそれに気づかないだけなんですね。そしてね、苦しい時、そんな時人はね、なんか永遠なるものを求めてね、頼ろうとしますね。そして祈ります。このね歌詞にもありますけど、祈るどうか導いて、願うどうぞ連れて行って、握る手は離さないで、胸張って飛んで行かせてね。ここにね、私は風さんの信仰心みたいなものがねはっきり現れてるって思うんですね。つまりね、何が起ころうと自分というものを捨てて大きな存在に全てを委ねていくっていうことなんですね。でね、私もねこのスタンスを取ってきたんです。私はね特定の宗教は入ってないんですけど、参考にしているものはね大きく分けてね4つあるんですね。で1つ目がヒンズー教とかね、インド哲学の系統ですね。多分風さんはこれだと思うんですけど、真我にとどまるね、神と自己の同一性、凡が一如ですね。で一つのものしかない、みんな一つだ。ラマナマハラシなんかそうですね。で2番目はね仏教なんかのね親鸞さんのお任せみたいなね。そしてキリスト教で言えば神の御心に委ねるということですね。それが2つ目で、3つ目は善ですね。一つの存在としてあって全て空であって我はない、つまり無我ですね。で究極的に言えばそのままで完璧であったということに気づくまでは無明なんですね。迷い苦しみですね。で4つ目はクリシュナムルティでね、私釈迦とかねキリストと同レベルの人でついこの間まで生きていて、その肉声とかね講演が聞けるのはすごいことだと思ってるんですね。日本でねクリシュナムルティまだあまり知られてないんで、本当にねもったいないって思うんです。でね、釈迦とかキリストはもうあんまりにも昔の人でしょ。で本当の教えっていうのはもう分かりませんよね。で弟子たちがねある意味ねこうなんていうのかな、めちゃくちゃ手を入れちゃったんですね。だからそこには混乱があるんですね。ましてやね最近のいわゆるスピリチュアルっていうものはね押して知るべしっていうことなんですけどね。まあね、あんまり変なのに騙されないでほしいんですね。でねクリシュナムルティの教えはね一言で言えば思考を手放す、考えですね。自分の頭の中のね全てのそれを手放すことで自己中心性から自由になる。そうすると大いなる存在とつながるって言ってるんです。でね、この今1234ね言ってきましたこの4つに共通してるのがもう我をなくすっていうことなんですね。もうどれもそうなんです。エゴに気づかなきゃ何にも始まらないんですよ。でねクリシュナムルティの言うように頭の中の思考が犯人なんですね。思考そのものは大事でね
仕事したりね、予約取ったりいろんな時に必要ですけど、今の時代ね、思考をね使いすぎだと思うんですよ。うん、もう朝から晩までね、脳みそがね働きっぱなしでね、もう思考でいっぱいなんですよ。でそれがね全ての苦しみの元じゃないかと思うんですね。だからね、歌詞にあるように「風よここに来て、私だって行きたいけど飛べない、この鳥は宙に舞って急に落ちて傷だらけの羽広げるだけ」ね、そういうことになっちゃうんですよ。私だって行きたいけどね、私だって人と比べるんですね。で他の人はあんなにうまくやってるのに自分はできないとかね、あまりにもねこう情報が多いので、どうしてもね人と自分を比べてしまったりね、忙しい活動しないとね人に遅れを取るとかね、そういう錯覚に陥っちゃうんですね。でそこにもね自分を守る気持ちね、エゴがあるんですね。でこの間エゴに気づいてねポイント貯めていくとこの間言ったんですけど、いまいちよく分からなかったかもしれないんですけど、またね例を挙げますと、エゴに気づいていくっていうのは、例えばよくありますけど、スーパーとかでね、きゅうり1本選ぶにもね、どれがいいかひっくり返してね見たりね、時間かけてね、あれこれこうやってからね選んだりね。私もそうだったんですよ。で私もっとひどかったんです。もうスーパー行ったらもう見切り品コーナーに直通なんですね。でそこで安いトマトとかね、ニラとか見てね、でさらにそこからいいものを選んでたんですね。そして家に帰ってみると、もうなんと冷蔵庫にニラがもう買ってあったのすっかり忘れててね、で1週間血眼でねニラを食べるとかね、これがね自分を守る心なんですよ。欲なんですね。で本当はね、いいところはね他の人に残しておくぐらいじゃないとダメなんですね。傷んだところを自分が買うとかね、果物は腐りかけが美味しいって言いますしね。まあね、だから神経質な人ほどね我欲が強いんですね。どうしても自分を守っちゃうから自分ファーストになっちゃうんですね。でそういうことが逆に自分を傷つけているっていうことに気づかないんですね。だからそういうことに気づいていくのがエゴに気づくっていうことですね。小さなことからでいいんだと思うんですよ。するとねだんだんね愛の方がエゴにとって変わっていくんですね。でそれを私はポイントがたまるって言ってるんです。でこれはねコツコツとね一生できることなんでね。でもうね自分がなければもう苦しみなんかなくなっちゃうんですね。人に何言われてもねその時怒るかもしれないけどすぐにもう平気になっちゃうんです。いつまでもねとらわれなくなるんですよ。昔のことを思い出してね、あの時あんなことされたなんて思わなくなるんですね。で何言われても大丈夫になるし、人の目も人の評価も気にならなくなるんです。すごく楽なんですよ。でねそれに役に立つのが大きな存在にお任せするっていうことなんですね。風さんがここで言ってるね、祈るどうか導いて、願うどうぞ連れてって、握る手は離さないで、胸張って飛んでいかせてね。普段からね全てのことをね自分がやってるって思わないで、大いなる存在が自分を動かしているっていうふうにねシフトして考えるとね楽になると思うんですけどね。どうでしょうかね。全てのね自分の行いから自分っていうものを意識してね消していくんですね。自分のものとか自分の仕事とか自分の意見とかね、そういうのから自分がやったっていう感覚を捨てるんですね。自分の意見なんて本当はないんですよね。自分の意見持ちなさいなんてね教育はされますけど、人は見たり聞いたりしたものがそれの蓄積でできてるんですね。だからオリジナリティなんて
本当はないんですよ。あると思い込んでるだけで。でそれで自分の意見が正しいと思い込んで我を張ったりしてねぶつかるんですね。私のね絵の先輩でね賞をねたくさんもらった人がいるんですね。その人はね賞をもらった絵もねどんどん潰して上から新しい絵を描いちゃうそうなんですね。画を消してるんですね。画が消えたところにね本当のオリジナリティが生まれるってねクリシュナムルティも言ってるんです。で風さんもね普段からあんまり画欲がないじゃないですか。だからこそあのようなね素晴らしい曲が作れるんじゃないでしょうかね。苦しいねこの世に生きて疲れてしまった心にね何が必要か、それは自分を捨ててね大いなる存在に身を任せて全て味わって生きていこう。それが本当のあるがままに生きるっていうことなんですね。自分を捨てなきゃダメなんですね。じゃないと単なるわがままだからね何かね困ったことがあればそのまま委ねますね。で委ねちゃえばねもうぐだぐだ考えるとかね自分の身を守ろうとするね余計な思考がなくなるんですね。で我も取れていく。そしてねそこに大いなる安心感ができるんですね。くたびれ果てた心にね深く深く寄り添ってくれるね風さんの優しさがねいっぱいの素晴らしい曲ですね。はい、今日はねここまでです。そもそもね神って何かとかねもっと語りたいことあるんですけど長くなってしまうのでこれからもね少しずつやっていきますのでまたどうぞよろしくお願いいたします。今日はご視聴ありがとうございました。皆様お体気をつけて元気でお過ごしください。さようなら。